危うい気配をまといながらも我々を気遣う少女。素性は謎に包まれているが、こちらの事情をよく把握しているようだ。危機一髪というところで手を差し伸べてきた美月なのかは、どういうわけか長代月と名乗っている。果たして敵か味方か、どこから来てどこへ向かい何を企んでいるのか。疑問と憶測が交錯し、つかめぬ真実が渦巻いている。彼女の身に一体何が起きたのだろう。今回の一手請求では、この霧を払い長代月という少女がどんなスリルではなくサプライズをもたらしてくれるのか迫っていこう。スリル？いやいや、よく本音が出るところだった。気にすることはない。包み隠さないところがフクロウの持ち味だからな。そう言ってくれてありがたい。さて、気を取り直して長代月の謎を解き明かしていこう。ああ、俺も協力しよう。もっともそれほど多くは知らないが。長代月は記憶の運命を歩む氷属性キャラクターだ。だが私たちの知る美月なのかとは異なっている。性格こそ変わってしまったが、元の美月と同じところもある。例えば？服が好きなところだ。着ているものの雰囲気はかなり違っているかな。確か以前戦闘動画の収録をしている合間に自撮りをしていたな。通常攻撃では指定した敵単体に長代月の最大 HP に基づく氷属性ダメージを与える。戦闘に突入または戦闘スキルや必殺技を発動するとき、長代月は記憶の精霊長代を召喚する。長代は召喚後即行動するぞ。そのクラゲたちと会話できれば何が起きたのかわかるかもしれないな。さすがに人の言葉は話せなそうだが。心配いらない。俺なら理解できる。炭鉱さんが博識なのは知っていたが、人以外とも会話できたとは。道理で私たち気が合うわけだ。長代は行動制限系デバフに抵抗でき、攻撃対象になりやすくなる。長代がいるとき、自身および長代月の余ダメージがアップするぞ。長代月または長代の HP が減少するたび、両者の会心ダメージが一定ターンアップし、奥室を獲得する。また長代月は SP ではなく一定の HP を消費して戦闘スキルを発動する。発動後は長代を召喚し、一定数の奥室を獲得。さらに味方の記憶の精霊全体の会心ダメージを一定ターンアップさせる。長代がすでにいる場合は長代の HP を回復するぞ。奥室が一定まで溜まると長代月は行動制限系デバフを全て解き抵抗できるようになる。また長代を即行動させる。この時長代は HP と奥室を全て消費し、指定した敵単体と他の敵に自身の最大 HP に基づく氷属性ダメージを与える。消費した奥室が多いほどダメージも高くなるぞ。攻撃後長代は退場する。また退場時長代月のターンが来るまでその速度をアップさせる。記憶の精霊が協力するのは何か目的があるからだろう。炭鉱さん、クラゲたちと交流してみてはどうだろう。尺が足りないようだ。必殺技を発動すると長代月は長代を召喚し、敵全体に氷属性ダメージを与え、思案の謎状態に入る。状態中彼女と長代の余ダメージ、敵全体の受けるダメージがアップし、あらゆる行動制限系デバフに抵抗できる。またこの状態中長代月が戦闘スキルを発動すると追加で奥室を獲得でき、必殺技を発動すれば思案の謎をチャージできるんだ。あらゆる手段で優位性を築き、仲間との連携でより確固たるものとしていくわけだな。長代月は何とも頼りになりそうだ。本当に仲間だったらになるが。長代が精霊スキル梅雨のように儚い夢を発動すると思案の謎が1消費される。長代月のターン開始時思案の謎が0だと状態が解除される。長代はターンが回ってきた時、長代月が前回攻撃した敵に自身の最大 HP に基づく氷属性ダメージを与える。この時奥室の数に応じた追加ダメージを与える。
また長代が攻撃した後、長代月は一定数の奥室を獲得する。どうやら彼女はクラゲたちと深い絆で結ばれているようだ。まだまだ観察が必要だ。奇跡覚醒後、戦闘開始時に長代月は一定数の奥室と EP を獲得する。長代月、長代または味方の記憶の精霊がスキルを発動した時、奥室を1獲得し一定の EP を回復する。別の奇跡覚醒後、パーティーに記憶のキャラがいると、戦闘スキルによる味方の記憶の精霊全体の会心ダメージアップ効果が強化されるぞ。条件を満たすほど効果も高くなる。探索中、秘技を使用して戦闘に入ると、戦闘スキル同様味方の記憶の精霊全体の会心ダメージがアップし、一定数の奥室を獲得する。まとめだ。長代月のポイントは次の2つになる。1つは SP を消費せずに味方の記憶の精霊全体の会心ダメージをアップできる点だ。奇跡覚醒後なら記憶のキャラが多いほど効果も高くなるぞ。もう一つはさまざまな手段により素早く奥室をため、それが一定数になると長代が敵にダメージを与えられるという点だ。さてここにとっておきの戦闘資料があるのでお見せしよう。ああ、礼を言う。それをもとに策を練るとしよう。長代月が秘技を発動して戦闘に入り、味方の記憶の精霊全体の会心ダメージをアップ。さらに長代が即座に攻撃を仕掛け、長代月が奥室を獲得した。長代月の戦闘スキルで長代の HP が回復したぞ。そして味方の記憶の精霊全体の会心ダメージアップ効果が更新され、奥室も獲得。いよいよ奥室が満タンに。奥室と HP を全消費して大ダメージ。キャストリスの信頼がチャージされ、長代月の EP もマックス。長代月は必殺技で至安の謎状態となり敵を一掃。次の敵は登場早々長代の猛攻撃を食らっている。自身以外の味方の戦闘スキルで長代月の HP が減少し、奥室がたまる。敵はもがくも長代が叩き潰す。至安の謎状態中に長代月が戦闘スキルを発動して奥室を素早くためる。そして長代が再び行動し敵を痛めつけるぞ。ここで味方の必殺技。素晴らしい連携により敵の短い旅にピリオドが打たれた。大金帰宅。なんだか今日はやけに疲れるな。どうかしたのか？タンコさんは眠くてだるいと感じないのか？今日はもう寝るとしよう。誰だ？あれ、記憶の中で素敵なおもてなしをしてあげようと思ったのに抵抗するなんて。でも大丈夫、もう一回やってあげるから。さあ出勤時間だよ。またやめてくれ。二度も出勤するなんてやだ。サプライズをもたらしてくれるのか迫っていこう。スリル？いやいや、